私、神社が好きで色々勉強してるんだけど。そうですね。この間友達に、神道の神様って、どんな存在か聞かれて、はっきり説明できなくてさ。そういう人は多いでしょうね。では、今日は神道における神様の定義について分かりやすく解説いたしますね。私のチャンネルでは神社に関する説明を短い時間でしておりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してくださいね。神様の定義といっても、神道には教義とかないでしょ？それなのに、どうやって定めるの？確かに神道に教義はありません。ですが、解釈は存在します。江戸時代、本居宣長という国学者が古事記伝という古事記の解説書を書いたんですけれど、そこに神様についての定義が載っているんです。この定義は今日でも多くの学者さんが引用しておりまして、上田健二という有名な神道学者をして、これ以上の定義をなすことは不可能だとさえ言わしめるほどの定義でございます。その内容は以下の通り。さて、すべて神とは、古の御文どもに見えたる雨土のもろもろの神たちをはじめて、そう祀れる社にます御霊をも申し、また人はさらにも言わず、鳥、獣、木、草の類、海、山など、その他何にまれ、世の常ならず優れたることありて賢き者を神とは言うなり。優れたるとは尊きこと、良きこと、潔しきことなどの優れたるのみを言うにあらず、悪しき者、怪しき者なども世に優れて賢きをば神と言うなり、とあります。やっぱり江戸時代の文章だけあって、読みにくいね。なので、これを現代風に訳しますと、さてすべて神とは、古典に登場する神様たちをはじめ、神社で祀られているお御霊もそう。人は言うまでもなく、鳥、獣、木、草の類、海、山など、それ以外でも何でも、世の常というのは尋常、普通という意味でございますので、尋常ではない力がある恐るべき存在を神という。優れるというのは高貴なこと、良いこと、勇ましいことのような優れているという意味ではなく、悪いものでも不思議なものであろうとも、この世から際立っていて恐れ多い存在を神というとなります。なのでまとめますと、社の解釈になりますが、いいも悪いも強いも弱いも関係なく、人知を超えた力があり、恐れ敬うべき存在を神というとなります。神の定義は分かったけどさ、弱くても悪いのであっても神様とするの？そこが多神教、特に神道の特徴でございますね。一神教というのは絶対的な全知全能の存在がいらっしゃいますが、多神教である神道では絶対的な全知全能なる神はいらっしゃいません。強大な神様だけを祀って弱小は排除するっていうこともいたしません。尊いものは尊い、恐れ多いものは恐れ多い。弱いのに？悪いのに？そもそも人間の価値観なんて半世紀もかからず絶えず変動するものでございますからね。親世代では普通だったことが子供の世代では悪しき慣習とされることなんて人間社会ではよくあることですよね。そんなコロコロ変わる人間の価値観を神様に当てはめるのかっていうお話ですよ。確かに、昔良いとされてたことが、現代では悪いっていうのはよくあることだね。そういうことです。先ほどの文章には続きがありまして、そもそも神とは、核のごとく草草にて、尊きもあり、癒しきもあり、強きもあり、弱きもあり、良きもあり、悪しきもありて、心も仕業も、その様々に従いてとりどりにしあれば、大方、一向きに定めては言い難きものに難ありける。まして、よしも悪しきも、意図尊く優れたる神たちの身上に至りては、いとも絶えに怪しくくすしく難増しませば、さらに人の小さき悟りをもって、その悟りなど知恵の人へも計り知らるべき技にあらず、ただその尊きを尊み、賢きを賢みてずをあるべきとあります。絶えというのは神秘とか不思議とかそういう意味で、怪しくというのも神秘とか不思議とかそういう意味です。くすしくというのも神秘的なとか霊妙な力があるとかそういう意味なので、神秘で不思議で霊妙な力がある神様は人間の小さな知恵では測れない存在ということです。なので悪いって言ったってコロコロ変わる人間の価値観で、その時悪いって言ってるだけで、それをね、悠久の時を過ごす神様ごとに当てはめるのはナンセンスっていうことですよ。じゃあ弱い神様は？
さっきの神様の定義で尋常じゃない力とか人知を超えた存在が神様という話をしましたが、他の神様と比べてどうであっても、尋常でない、人知を超えている、つまり人間より上なのは変わらないんですよね。なのでお祭りするっていうことです。あ、そっか、そういうことか。あとは神道を説明するときにアニミズムや自然崇拝ということで説明することがございます。アニミズム、知ってるよ。すべてのものに魂が宿っているって意味でしょ？はい。アニミズムとは19世紀イギリスの人類学者タイラーが提唱した生物無生物問わず全てのものに魂や霊が宿っているという考え方です。で、先に言っておきますと、アニミズムと自然崇拝は違うものです。アニミズムは万物に魂が宿り、それを崇拝対象としております。一方、自然崇拝は万物ではなく自然のものや自然現象を崇拝対象としております。で、そのアニミズムも自然崇拝も神道を説明するには不適格なんですよ。そうなの？はい、もう先ほどの説明を思い出していただきたいのですけれど、神道の神様は世の常ならず優れたることありて賢き者を神とは言うなりと説明いたしました。なのでアニミズムのように全てのものを崇拝対象としているわけではありません。そして自然崇拝に対しても自然だけを崇拝対象としているわけでもございません。一部該当する部分はありますけれど、イコールっていうわけじゃないんですよ。確かに、ちょっと違うね。そもそもアニミズムっていうのは人類学者タイラーが一神教を信じる人たちに対してそれ以外の信仰のあり方を説明しようとして生まれた言葉でございます。その言葉が登場するのは彼の著書原始文化なんですけれど、この書は未開民族の文化研究に関する書物で、根っこは一神教の考え方から見た半神論なので、それを神道にそのまま当てはめるっていうのはちょっとね適さないんですよ。で、一神教の方が神道をそうね解釈するのは別にいいですし、外部の人がそう解釈するのも構わないんですけれど、少なくとも神道を自ら紹介する側が自分で使う言葉ではないですね。以上、神様の定義に関するお話でした。わかったかな？わかった。神職をやっていると、神様なんていないよって絡まれることあるんですけれど、そんな人いるの？わざわざ言いに来る人もいるんですよね。別に信仰を強制するつもりなんてないので無神論でも一向に構わないんですけれど、ただこういうことを言う人の頭の中で想定している神様像って俺の考えた最強の神様みたいな感じで、神道の神様の定義とはかけ離れてることが多いんですよね。人間にとって都合が良すぎる神様みたいなのを頭の中で作り上げていて、でそんなのいないって主張してるっていうことが多かったりします。そんなのどこを探してもいるわけないのにね。ねえ。ここからは社個人の神様の考え方なんですけれど、例えば人間の力で太陽を作り出すことってできないじゃないですか。小規模の疑似的なものだったり解析したりはできるでしょうけれど、同じものをゼロから生み出すっていうことはできないし、人間の手では決して再現できないものってねたくさんあるじゃないですか。あとは山に登ってそこから見える景色に感動したりとか、海の波を恐怖したりとか、地震を恐ろしいと感じたりとか、そういう心がねいいも悪いも動かされるものの奥に神様を感じているわけなんですよ。で、恐れかしこむべきものを恐れてかしこんでるっていうだけでございます。無神論なのはねその人の生き方なので、それはそれで大いに結構なことなんですけれど、もし相手に対してそういう論説をふっかけたいのなら、相手の信仰をよーく勉強してからでないとね、もう土俵にでも立てないんですよね。それは私の信仰してる神様の考え方とは違いますねで終わっちゃいますのでね。てなことで今回の動画はこの辺で、また見てくださいね。バイバーイ。じゃあねー。